はい、皆さんこんにちは、ゆかです。こちらの動画は実用日本語シリーズの6です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使われる表現が学べます。今日はホテルのチェックインの時によく使う表現について一緒に勉強しましょう。今回の練習で使う動画は私が去年の夏に京都のホテルで撮影したものです。ホテルのスタッフの方が館内設備やチェックアウトの時間などについて説明してくださいました。私たちはこの撮影のために事前に準備をしたり、わざとゆっくり話したりしていません。リアルな日本人同士の会話です。敬語もたくさん出てきます。そのため最初は少し難しいと感じるかもしれませんが大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。重要なキーワードや日本人がよく使うその他の表現についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは今日の練習の流れを説明します。以前実用日本語シリーズを見たことがある方は直接練習から始めても構いません。最初に字幕がない状態で動画を1回見ます。この時点では聞き取れなくても構いません。次にキーワードを10個提示します。このキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。その後私が重要なキーワードを解説します。それから日本語の字幕付きでもう一度同じ動画を見ます。この時ほとんどの日本語が聞き取れているはずです。さらにもう一度字幕なしの動画を見ます。字幕がなくてもどれぐらい聞き取れるのかぜひ挑戦してみてください。最後にその他の表現についてもご紹介します。それでは早速始めましょう。まずは一度動画を見てみましょう。今回の動画は京都のホテルで撮影しました。チェックインの基本的な手続きが終わった後の場面です。スタッフの方が館内設備やチェックアウトの時間などについて説明してくださいました。それでは早速動画を見てみましょう。天浴場ですが、ただいまからですね、3時から朝の9時まで夜通しで営業しております。こちらご利用の際、タオルとカードキーを一緒にお持ちくださいませ。はい。お部屋にあるナイトウェアで行っていただいて結構でございます。はい。本日素泊まりのプランでお伺いしておりますが、お間違いないでしょうか。はい。ありがとうございます。チェックアウトの日にちですが、明日の朝11時までお過ごしいただけます。他に何かご不明点ございませんでしょうか。大丈夫でありがとうございます。何かございましたら内線3番フロントでございますのでお電話くださいませ。はい。ありがとうござい手続き上でごま。ざいます。どうでしたか？何か聞き取れた単語はありましたか？では私からキーワードを10個提示します。こちらです。大浴場、3時から朝の9時まで、タオル、カードキー、素泊まりのプラン、お間違いないでしょうか？チェックアウト、11時まで、内線3番、フロント。はい。それでは今度はこのキーワードに注目してもう一度同じ動画を見てみましょ天浴場ですが、ただいまからですね、3時から朝の9時まで夜通しで営業しております。こちらご利用の際、タオルとカードキーを一緒にお持ちくださいませ。う。はい。お部屋にあるナイトウェアで行っていただいて結構でございます。はい。本日素泊まりのプランでお伺いしておりますが、お間違いないでしょうか。はい。ありがとうございます。チェックアウトの日にちですが、明日の朝11時までお過ごしいただけます。他に何かご不明点ございませんでしょうか。大丈夫でありがとうございます。何かございましたら内線3番フロントでございますのでお電話くださいませ。はい。ありがとうござい手続き上でごます。ざいます。どうでしたか？3時から朝9時までとか、チェックアウトといったキーワードが聞き取れましたか？それでは続いて一つ一つのフレーズについて解説します。実はホテルにチェックインするとき、客側が話すことはあまり多くありません。特別な要求がなければ、基本的には、はい、わかりました
いいえなど簡単な応答だけで十分ですよね。最も重要なのは、ホテルのスタッフが何を話しているのか理解することです。特に日本のホテルのスタッフの方は、皆さん敬語をたくさん使います。今回の動画の中にも敬語の表現がたくさん出てきました。それでは一つ一つ確認していきましょう。まずはホテルのスタッフがこれから何の話をするのか話題を提示しました。大浴場ですが、天浴場ですが、ただいまからですね、3時から朝の9時まで夜通しで営業しております。この何々ですがというのは逆説の意味ではありません。これはこれから話す内容、テーマについて提示するという意味があります。大浴場ですが、天浴場ですが、ただいまからですね、3時から朝の9時まで夜通しで営業しております。続いて大浴場がいつ営業しているのかについて教えてくれました。ただいまからですね。天浴場ですが、ただいまからですね、3時から朝の9時まで夜通しで営業しております。ただいまというのは今の丁寧な表現です。ただいまからは今からと同じです。ただいまからですね。天浴場ですが、ただいまからですね、3時から朝の9時まで夜通しで営業しております。続いて具体的な時間を提示してくれました。3時から朝の9時まで夜通し営業しております。天浴場ですが、ただいまからですね、3時から朝の9時まで夜通しで営業しております。3時から朝9時まで。ここではからまでという文法が使われています。夜通しというのは夜営業を停止しないでずっとサービスを提供するという意味です。今回の場合、大浴場は3時から翌朝の9時までずっと利用することができます。3時から朝の9時まで夜通し営業しております。天浴場ですが、ただいまからですね、3時から朝の9時まで夜通しで営業しております。続いて大浴場を利用する注意点について教えてくれました。こちらご利用の際、タオルとカードキーを一緒にお持ちくださいませ。こちらご利用の際、タオルとカードキーを一緒にお持ちくださいませ。こちらはこれとかここという意味があります。今回の場合はこちらというのは大浴場を指しているので、ここという場所を指す意味になります。ご利用の際、この何々際は何々時と同じ意味です。ご利用の際、丁寧ではない言い方だったら利用するとき。こちらご利用の際、タオルとカードキーを一緒にお持ちくださいませ。こちらご利用の際、タオルとカードキーを一緒にお持ちくださいませ。タオル、カードキー、このキーワードは問題ないかと思います。カードキーについては、あるホテルのスタッフはもしかしたらこのように言うかもしれません。お部屋の鍵。今、日本のホテルは大部分がカードキーですが、少し古いホテルとか旅館の場合はもしかしたら本当に鍵かもしれません。その場合はお部屋の鍵という表現に変わります。今回はカードのタイプだったのでカードキーと言いました。こちらご利用の際、タオルとカードキーを一緒にお持ちくださいませ。続いて後半の一緒にお持ちくださいませ。このお持ちくださいというのは敬語です。尊敬語です。お何々くださいの形で相手にある行動を要求します。ここでは持って行ってくださいという意味です。こちらご利用の際、タオルとカードキーを一緒にお持ちくださいませ。こちらご利用の際、タオルとカードキーを一緒にお持ちくださいませ。尊敬語のお何々くださいを使った表現は、例えば他にこのようなものがあります。お使いください、お待ちください、お座りください、お飲みくださいなどです。その後私はこの話が理解できたということを表すために、はいと言いました。こちらご利用の際、タオルとカードキーを一緒にお持ちくださいませ。
続いて大浴場へ行く時の服装について説明してくれました。お部屋にあるナイトウェアで行っていただいて結構でございます。お部屋にあるナイトウェアで行っていただいて結構でございます。はい。このホテルのナイトウェアというのは、見た目は完全にパジャマという感じではなくて、部屋の中で過ごすための服という感じのものです。日本のホテルで温泉や大浴場が併設されている場合、ホテルが用意したナイトウェアや浴衣を着たままロビーで過ごしても問題ありません。これはホテルによってルールが違うと思うので、チェックインの時に確認した方がいいと思います。お部屋にあるナイトウェアで行っていただいて結構でございます。お部屋にあるナイトウェアで行っていただいて結構でございます。はい。ここでスタッフの方が話していた行っていただいて、この行っていただいて、元の形は行っていただくです。行っていただくは動詞の手形プラスいただくの形。いただくというのはもらうの謙譲語です。なので行っていただくイコール行ってもらうです。お部屋にあるナイトウェアで行っていただいて結構でございます。はい。最後の結構でございます。結構ですというのはいいです、大丈夫です、問題ありませんという意味です。今回の場合は大浴場へ行くとき部屋のナイトウェアで行ってもいいですよという意味になります。お部屋にあるナイトウェアで行っていただいて結構でございます。お部屋にあるナイトウェアで行っていただいて結構でございます。はい。これも私は話が理解できたので、はいと答えました。お部屋にあるナイトウェアで行っていただいて結構でございます。はい。続いてスタッフの方が私の宿泊プランについて確認しました。本日素泊まりのプランでお伺いしておりますが、お間違いないでしょうか？本日素泊まりのプランでお伺いしておりますが、お間違いないでしょうか？はい、ありがとうございます。本日というのは今日と同じ意味です。仕事の場面とか正式な文章を書くときによく本日を使います。本日素泊まりのプランでお伺いしておりますが、お間違いないでしょうか？はい、ありがとうございます。続いて素泊まりのプラン。素泊まりというのは食事がついていない宿泊プランのことです。本日素泊まりのプランでお伺いしておりますが、お間違いないでしょうか？はい、ありがとうございます。お伺いしております。元の形は伺うです。伺うというのは謙譲語の表現です。ここでは聞くと同じ意味になります。本日素泊まりのプランでお伺いしておりますが、お間違いないでしょうか？本日素泊まりのプランでお伺いしておりますが、お間違いないでしょうか？はい、ありがとうございます。最後のお間違いないでしょうか？これは簡単に言うと、これで間違いがありませんかという意味です。間違いがありませんかイコール合っていますかですね。スタッフの方は彼らが認識している私の宿泊プランと私が予約した宿泊プランが合っているかどうか確認したかったのでこのように言いました。お間違いないでしょうか？本日素泊まりのプランでお伺いしておりますが、お間違いないでしょうか？はい、ありがとうございます。これも私は間違いがない、合っていると思ったので、はいと言いました。本日素泊まりのプランでお伺いしておりますが、お間違いないでしょうか？はい、ありがとうございます。続いてスタッフの方はチェックアウトの時間についても説明してくれました。チェックアウトのお日にちですが、チェックアウトの日にちですが、明日の朝11時までお過ごしいただけます。ここでもやはりですがの形が使われています。これは逆説の意味ではなくて、これから話す内容、テーマについて提示する意味があります。お日にちというのは日付と同じ意味です。今回の場合だと何月何日にチェックアウトするかというその日について表しています。日にちの前に丁寧のおが加えられています。お日にち。チェックアウトのお日にちですが、チェックアウトの日にちですが、明日の朝11時までお過ごしいただけます。続いて具体的な時間を提示してくれました。明日の朝11時までお過ごしいただけます。
チェックアウトの日にちですが、明日の朝11時までお過ごしいただけます。この漢字は明日でもいいし、明日でもいいです。今回スタッフの方は明日というふうに話していました。最後のお過ごしいただけます。これは敬語です。お何々いただくのいただくがいただけるという可能形に変わっています。意味は過ごすことができます、過ごせますです。チェックアウトの日にちですが、明日の朝11時までお過ごしいただけます。チェックアウトの日にちですが、明日の朝11時までお過ごしいただけます。続いて、私に質問があるかどうか聞いてくれました。他に何かご不明点ございませんでしょうか？他に何かご不明点ございませんでしょうか？大丈夫でありがとうございます。ご不明点のごも丁寧のごです。最後のございませんでしょうか？ございませんはありませんです。ございませんでしょうかはありませんかと同じ意味です。他に何かご不明点ございませんでしょうか？他に何かご不明点ございませんでしょうか？大丈夫でありがとうございます。私は不明な点がなかったので、このように答えました。ああ、大丈夫です。他に何かご不明点ございませんでしょうか？大丈夫でありがとうございます。この場合は大丈夫ですの他にありませんと言ってもいいですね。今回私は大丈夫という表現を使いました。ああ、大丈夫です。他に何かご不明点ございませんでしょうか？大丈夫でありがとうございます。そして最後にスタッフの方は部屋からフロントに電話をかける方法を教えてくれました。何かございましたら内線3番フロントでございますのでお電話くださいませ。何かございましたら内線3番フロントでございますのでお電話くださいませ。はい、ありがとうござい続き以上ま。ですございます。何かございましたら、これは何かあったらと同じ意味です。例えば何かリクエストがあるとか問題があるとかそういう場合は電話をしてくださいという意味です。何かございましたら、何かございましたら内線3番フロントでございますのでお電話くださいませ。はい、ありがとうござい続き以上ま。ですございます。続いて部屋の電話の何番を押せばフロントに通じるかも教えてくれました。内線3番フロントでございますので、何かございましたら内線3番フロントでございますのでお電話くださいませ。はい、ありがとうござい続き以上ま。ですございます。内線というのはその電話を使って建物の中だけで通話ができる、そういう機能です。内線1番とか内線3番とかホテル以外にも会社でもあると思います。今回のホテルでは内線3番がフロントに電話ができる番号になります。何かございましたら内線3番フロントでございますのでお電話くださいませ。はい、ありがとうござい続き以上ま。ですございます。最後にお電話くださいませ。これは電話してくださいという意味です。内線3番フロントでございますのでお電話くださいませ。何かございましたら内線3番フロントでございますのでお電話くださいませ。はい、ありがとうござい続き以上ま。ですございます。全部つなげると、何かございましたら内線3番フロントでございますのでお電話くださいませ。何かございましたら内線3番フロントでございますのでお電話くださいませ。はい、ありがとうござい続き以上ま。ですございます。はい。それでは続いて日本語の字幕がついた動画を見てみましょう。今一つ一つの表現を勉強してきたので意味がわかるんじゃないかなと思います。それでは早速見てみましょ天浴場ですが、ただいまからですね、3時から朝の9時まで夜通しで営業しております。こちらご利用の際、タオルと角器を一緒にお持ちくださいませ。う。はい。お部屋にあるナイトウェアで行っていただいて結構でございます。はい。本日素泊まりのプランでお伺いしておりますが、お間違いないでしょうか？はいありがとうございます。チェックアウトの日にちですが、明日の朝11時までお過ごしいただけます。他に何かご不明点ございませんでしょうか？大丈夫でありがとうございます。何かございましたら内線3番フロントでございますのでお電話くださいませ。はい、ありがとうござい続き以上ま。ですございます。どうでしたか？何か聞き取れた部分はありましたか？では次に字幕がない動画を見てみましょう。最初は全くわからなかった方も今見たらわかる部分が増えているはずです。
どれぐらい聞き取れるか挑戦してみてください。では聞いてみましょ天浴場ですが、ただいまからですね、3時から朝の9時まで夜通しで営業しております。こちらご利用の際、タオルとカードキーを一緒にお持ちくださいませ。う。はい。お部屋にあるナイトウェアで行っていただいて結構でございます。はい。本日素泊まりのプランでお伺いしておりますが、お間違いないでしょうか。はいありがとうございます。チェックアウトの日にちですが、明日の朝11時までお過ごしいただけます。他に何かご不明点ございませんでしょうか。大丈夫でありがとうございます。何かございましたら内線3番フロントでございますのでお電話くださいませ。はい。ありがとうござい手続き上でございます。ます。どうでしたか？今日勉強した新しい表現、夜通しとか、カタカナの表現、タオル、カードキー、ナイトウェア、フロントなど聞き取れた部分はありましたか？では最後に今日紹介したもの以外でチェックインの時によく使う日本語の単語とかフレーズを紹介します。まずはチェックインの時に使う基本的な単語、お名前、ご住所、お電話番号。これはチェックインをする時に記入する場合もあるし、口頭で相手に伝える場合もありますね。書く場合にはスタッフの方は一般的にこのように言います。こちらにご記入ください。ご記入お願いいたします。また書く以外の表現では頂戴いたしますとか頂戴してもよろしいでしょうか、このような表現を使うスタッフの方もいます。それから宿泊プランに関する表現、今回私は食事がついていないプランでしたが、他にもこのようなプランがあります。朝食付き、夕食付き、2食付き。2食というのは一般的には朝食と夕食です。それから場所を表す表現もチェックインの時によく使います。朝食、夕食の場所とか、エレベーターの場所、大浴場の場所、これを説明するときによく使われるこのような表現があります。地下1階、1階、2階、3階、4階、5階、そして一番上の階は最上階と言います。それからこのような表現も使うかもしれません。右、左、前、後ろ、手前、奥。具体的な使い方としては、例えば大浴場は最上階にございます。また右、左の代わりに右手、左手を使う場合もあります。例えば朝食会場はロビーの右手側にあります。エレベーターの左手に階段があります。このような言い方もよく使います。ただこうやって勉強しても実際に日本のホテルへ行ったら緊張してよくわからない、聞き取れないと思うかもしれません。そんな時はホテルのスタッフにこのように言ってください。もう一度お願いします。ゆっくりお願いします。このように言えばホテルのスタッフの方は同じ内容をもう一度話してくれたり、ゆっくり話してくれたりします。それでもわからないという場合は、私はこの表現をおすすめしています。すみません。ここに書いてください。漢字がわかる国の方は、字で書いてもらった方がわかりやすいかもしれません。後でアプリなどで調べることもできますね。なので、聞いてもわからないという場合には、ここに書いてくださいと言いましょう。ここに書いてくださいのもう少し丁寧な言い方は、ここに書いていただけますかです。さらに前にすみませんとかごめんなさいをつけてもいいですね。例えば、すみません、ここに書いてください。すみません、ここに書いていただけますか？
はい、皆さんお疲れ様でした。今日はホテルのチェックインの時に使う表現を勉強しました。皆さん次日本に来た時、ぜひ使ってみてください。それでは本日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。